ちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は新商品をいくつか購入してきましたので、そちらの紹介をしたいのと、大きめの収納も購入したので、そちらを設置する様子も紹介したいと思います。棚なんですけど、結論としてはめちゃくちゃ良かったです。すごくコスパいいし、満足度すごい高いです。あとルームセットが新しくなってまして、すごく夢のある素敵な空間でしたので、ぜひ一緒に見ていただきたいです。前回の動画で IKEA でコスパのいい収納用品を紹介したんですけども、その中でボーアクセルというこちらの収納棚を紹介しました。改めてこれすごいいい商品だなと思ったので、今回購入してみました。このように壁面につける棚ですね。メッシュバスケットなどもあります。購入の仕方なんですけども、 IKEA にはプランナーがあります。これを使って自分で好みの棚を作っていくんですけども、こうすることによってパーツなどの買い忘れがなくって非常に便利で良かったなと思いました。いきなりすみません。こちらは子供部屋の結構奥行きのあるクローゼットです。もともと押し入れだったんだと思います。こちらに設置していこうと思います。もともと入れてたシルバーラックも良かったんですけども、棚板の位置を変えるのがちょっと手間だったのと、ボーアクセルは柱がないので、横の壁がないので、より効率的に収納できるかなと思いました。壁紙を白くしたくなったので、軽率にペンキで塗り始めました。収納内なのでね、ラフにパファーと塗ってます。はい、で今から早速設置していきます。こちらが購入したものです。小物配送で届きました。今回支柱が1メートルのものを選んでて、なので小物配送で届いたのかなと思います。で、幅方向は80センチと60センチの2種類あります。私は今回80センチの方をチョイスしました。これがね、後々ちょっと大変だったんですけど、はい。で、こちらは棚をこう受けるための棚受けですね。でこちらもですね、プランナーを使って購入すれば買い忘れがなくて良かったです。こちらはネジでしっかり壁に穴を開ける必要があります。ただね、簡単でした。1点を除いては上にまず補助レールみたいなのをつけまして、そこに支柱を引っ掛けます。引っ掛けるだけです。で、そこにこの風に棚板を設置して、幅方向を決めます。なのですごいこうメジャーで測ったりねしなくてよかったので、その辺がよくできているなと思いました。私電ドラ持ってないんですよね。軽くした穴を霧で開けて、ドライバーとネジで固定していきました。ネジは IKEA で購入しました。ネジセットみたいなのが売ってます。また IKEA の公式 YouTube にもボーアクセルの組み立て方載ってますので、ご安心ください。思ってたよりだいぶ手軽でしたね。はい。で、80センチ幅にして唯一大変だったなと思ったのが、この棚板が結構重たいんですよね。3キロぐらいあります。スチールにすればもうちょっと軽かったのかなと思いました。その代わりめちゃくちゃ頑丈ですよ。バスケットなんですけども、仕切りたい場合はこちらがぴったりでした。スクープシリーズのボックスです。チャックを閉めるだけで箱になるので、使わない時はコンパクトに畳んでおけるのがとても便利な商品です。最近値下がりしましたし、もうこんな何本あってもいいですからね、すごいおすすめです。はい、見てください。すごいぴったりなんですよ。もう気持ちがいいです。本当に今のところこちらのクローゼットにはおもちゃ系が結構たくさん入っているんですけども、この引き出しとか棚板の位置は自由に簡単に変えることができますので、成長に合わせていろいろ変化させていったらいいなと思います。やっぱり壁がない分すごいスッキリしますよね。実際収納量も増えました。ボーアクセルは40センチの奥行きになります。手前の空いたスペースにはワゴンを置いて空間を活用しています。今回はバスケットと棚板を買いましたけども、他にもこのようなハンガーレールのようなものもありますし、いろんなアレンジが可能です。で、このように洗濯機の上に設置する収納もすごくいいですよね。思ったより簡単だったので、もっと使いたくなりました。こちらは IKEA 港北店なのですが、
ルームセットがリニューアルされていたので紹介します。見てください、こちらその夢のあるなんと家事室広いバルコニーからの家事室という、すごくないですか。この洗濯物を畳むんでしょうかね。カウンターありますけども、こちらは IKEA のキッチンシステムメトードの商品です。こちら壁に設置してある白いハンガーレールはなんとお値段700円です。ムーリッグという商品です。このネイビーカラーのキノコみたいなものはスピーカーです。防滴仕様なので洗面所でも安心です。壁面に事務所感のないホワイトボード、スベンソースがついているのもとても機能的でいいですね。お隣にはリビングダイニングのルームセットもあります。このチェアめっちゃ可愛くないですか。もう毎回言っててすいませんもうずっと欲しいんですけど、いやはよ買わんとな。本棚は手前の白い本棚も奥のリビングチェストっぽく置いてあるものも両方ビリーです。ビリーは奥行きが浅いので場所を取らなくていいですよね。こちらのビリーの中はバリエラボックスなどで収納作られていました。閉めてまた開けるんかいってね。バリエラのボックスは頑丈なので結構重たいものを入れても安心感があります。左に仕切ってあるボックスはスンネルスタというボックスです。ビリーの上はディスプレイスペースになっていました。こちらの、飾ってあるフレームがすごく可愛いなと思ったので真似することにしました。リビングにはソファーの王様ソーデルハムンが置かれていました。とても素敵です。グリーンがアクセントカラーになっててとても素敵なインテリアですね。はい、で IKEA にはたくさんのフレームが売っています。こちらのフォトフレームはまあまあ最近出た商品です。今回クローゼットの中を一旦全部出ししたことで子供の自由帳みたいなのをたくさん捨てたんですね。その時にちょっと可愛いイラストがあったので、切り取って飾ることにしました。このフレームは上から差し込むだけなんです。なのでとても入れ替えが簡単です。ちょっとイラスト何種類かカットしとけばよかったなって今になって思いました。これはきっと白熊カフェのパンダくんですね。こちらのシェルフに飾ってみます。こちらは IKEA のレールベリーというラックです。ディスプレイ棚に重宝しています。こちらのフォトフレームはポップなデザインなので可愛い雰囲気になりますよね。はい、続きましてはクッションカバーです。この夏いろいろカラフルなクッションカバーがたくさん新商品で出ています。私はそんな中真っ白を買いました。結構コメントとか DM とかですごい良かったですよっておすすめいただいてて、私も購入してみました。お値段が驚きの399円。カラーバリエーションは5色展開です。一旦開けまして早速洗濯してみました。安いんでね、糸ほつれたりしてこないかなって心配でしたけども、まあ大丈夫でした。はい、こちらが洗濯後です。そこまでシワシワにはならなかったですけども、今回は撮影っていうのもあったのでちょっとカッコつけてアイロンかけました。多分次からはもうかけないかな。乾燥機にはかけてないですよ。こちらのブラウンが同じ種類のもので以前購入したんですけども、長方形タイプは長方形タイプでまたカラーバリエーションが違います。インナークッションはポリエステルのものが入ってたのでまたポリエステルのものを入れました。ポリエステルの方は結構もみもみしないとなんかどんどんね形が崩れてきちゃうんですよね。いつもご質問いただきますので紹介しますが、こちらはフェザータイプのインナークッションです。 IKEA にはポリエステルタイプとフェザータイプがあります。こちらフェザータイプ見ていただいて伝わるかと思うんですけども、だいぶねもっちりしております。ポリエステルよりも全然もったりしてるの伝わりますでしょうか。ただ獣臭が気になるっていう方はたまにいらっしゃいますので、開けてちょっと匂いきついなと思ったらすぐに返品するのがいいかなと思います。はい、で今回購入したラーゲルポッペルはですね、ちょっとテクスチャーも非常にサラッとしていてとても気持ちがいいです。
綿 100% ですがちょっとね朝っぽい感じもして夏にぴったりだと思います。なんかすごい上品な感じになりましたよね。おすすめいただきましてありがとうございました。はい、まだ購入品がございまして、こちらです。もうすでに何回か使ってるんですけども、こちらの折りたたみ式のバケツです。このしっかりした具合伝わりますでしょうか。10リットルサイズでかなり大きいです。洗面台にギリギリ入る大きさです。ちょうどぴったりって感じですね。こちらは子供が上靴を洗うのに重宝しています。そこに溝があって洗濯板っぽい感じでちょっとこすり洗いもできますし、上靴洗いの時はしっかりと固定させてゴシゴシできると好評でございます。私が非常にお気に入りの黄色の洗面ボールとの比較するとこんな感じでだいぶ大きいのがわかると思います。こんだけ大きくてなんとお値段800円なんですよ。でめちゃくちゃしっかりしてますからね、すごいおすすめです。色も可愛いですよね。突然ですが皆さんは IKEA で何をリピート買いしたことがありますか？フリーザーバッグは絶対一番多いと思うんで、フリーザーバッグ以外が嬉しいなと思います。ぜひコメント欄に気軽に書いてください。内容を集計して次かその次かの動画のネタにさせていただこうと思ってます。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひコメントお待ちしております。